皆さん、絵を描くとき、ここにだけ注意してください。こんにちは、斉藤直樹です。皆さんこんなことないですか？一生懸命絵を描いたんだけど、なんかもう一押しパッとしない気がするんだよな。おかしいな。もっと良くなるはずだったのにな。って描き終わった後にがっかりしてしまうこと。こういう時ってあんまり原因がわからないので、ついつい、これって私に実力がなかったってことなんだよね。もっと練習が必要なんだって思っちゃうことあると思うんですが、それ、ちょっとだけ間違ってますよ。確かに練習が必要な場合もあるにはあるんですが、絵の見栄えを損なっている部分って、何もそこまで根本的な実力不足の部分だけではなくて、もっとね、表面的な、今すぐ解決できる部分もたくさんあるんです。そこ一箇所さえ解決すれば、特に練習しなくても、今すぐあなたの絵を良くすることだってできちゃうかもしれません。っていうかね、そういうこと結構あるんですね。頑張って描いたのに、あと一歩、一箇所だけ直せば良くなったのに、それをせずにいたせいで、いいねがいまいちもらえなかった。誰からも褒めてもらえなかった。っていう思いをするのはちょっとね、悲しいですよね。でも、大丈夫です。この動画を見ていただければ、そんな一箇所さえ直せば、イラストのクオリティをぐんとアップできるようなちょい直しポイントを知っていただけて、あなたのイラストのパワーをぐんと高めるヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。一番見てほしい部分のディティールを細かく書き込む。まず最初に注意してほしいのが、書き込みの密度の話なんですが、実はですね、イラストって、イラストの細部、ディティールの書き込みに差をつけないと、あまり見栄えがしない場合があります。例えばこちらのイラストをご覧ください。はい。満天の星空の下で、ランプを掲げる少女。ランプの周りには、てるてる坊主の妖精たちが、これね、光の綿毛のようなものを持ち寄って、ランプに光を灯している。そんなファンタジックで素敵なイラストです。ただこのイラスト、このね、シチュエーション自体はすごく素敵なんですが、なんとなくイラストとして見たときに、ちょっとね、物足りないような、寂しいような感じがしてしまっていました。状況は素敵なのに、なんでこういうことが起きるのでしょうか？それがまさに、書き込みに差をつけられていないからなんです。はい。これを受けて、僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい。パッと見の印象がだいぶ変わったように思うと思います。キャラクターの印象自体はね、そのままなのに、イラストとして目を引くような絵に、遠巻きに見てもね、わかるようになりましたよね。なぜこのような変化が生まれたのかというと、それは少女が手に持っているランプ。このランプの書き込みに注意してみてください。添削前はあまり細かいディティールが書き込まれていずに、女の子の書き込みと一緒ぐらいの書き込みの量、細かさだったのに対して、添削後はランプの表面に施されている細かいね、この装飾、そして光の反射までをしっかりと丁寧に書き込んでみました。はい。このイラストの主役は、実は女の子ではなくて、このランプなんです。だってね、女の子もうっとりした目でね、このランプ眺めてますよね。この絵で一番見てほしいのは、このランプなんですね、実は。なのに、そのランプ自体の書き込みが他と一緒だったんです。主役の書き込みが他と一緒だとですね、なんとなく物足りないような、ちょっとね、目が滑ってそこに留まらないような、そんなね、ちょっと寂しい感じがしてしまうんですよね。あれ主役どこみたいな。もしね、絵を描いていて、あれなんか物足りないような出来になっちゃったな、と思ったら、絵の主役の書き込みをもう一段階アップできないか疑ってみてください。きっとそれだけで絵の見栄えを一気に引き上げることができるかもしれませんよ。黒が潰れすぎないように注意する。次に紹介する絵の見栄えを悪くしてしまうポイント。はい。これもですね、結構多いです。黒が潰れてしまっているパターンです。例えばこちらのイラストをご覧ください。はい。ダークな印象がある男性アイドルのイラストです。暗い中にもね、彩度の高い青がキラキラ光っていて、すごくね、かっこいい雰囲気のキャラクターのイラストだと思います。とても素敵です。ただ僕がちょっと気になったのは、黒がちょっと潰れちゃってるかなって部分です。黒がね、ちょっと潰れちゃって見にくいと、ここどうなってんのってね、見ている人が混乱してしまって、あんまりね、パッとしない印象になってしまうことが多いんですね。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。特にですね、髪の毛やフードの境目、この部分にね、注目してみてください。添削前は黒が潰れちゃっていて、パッと見ね、どこまでがフードなのか、どこからが髪の毛なのか、ちょっとね、分かりづらくなってしまっていたと思うんですが、添削後は、ハイライトの部分を少しだけ明るくしたことで、一気
気にね、こう見やすく、少しね、軽やかな印象さえ加えられたのがお分かりいただけると思います。このように、黒を基調としたようなキャラクターって、ミステリアスでね、魅力的な雰囲気があるんですが、一点ですね、見やすさに注意しないと、黒がこう、どうしても潰れてしまって、ここどうなってんの？髪の毛なの？それとも、フードなの？ってね、見ている人に、ちょっとしたストレスを与えてしまって、それが原因でね、絵の魅力を下げてしまうことがあるんですよ。はい。ただですね、黒が潰れてるか潰れてないか、ずーっと気にしているのも、ちょっとこう、めんどくさいじゃないですか。でもね、黒を基調にしたイラストの場合にも、それをこう、あんまり気にせずとも、よく見える工夫があって、デザインの段階でね、キャラクターデザインの段階で、これを意識すれば、意外とそこまで黒が潰れることを気にしなくても良くなる。そういう場合もあります。それがですね、こちらのイラストの添削です。はい。原神のフィッシュルちゃんのイラストなんですが、これはですね、黒が潰れすぎていないので、全く違う部分の添削でした。添削結果、一応こちらです。はい。今回紹介しているポイントとは違いますが、頭身をね、少し上げて、顔周り、胴周りを少し引き締めたことによって、元のキャラクターの印象を引き出すことができるよ、というポイントをお伝えした添削でした。はい。で、こちらのイラスト、衣装が黒を基調にしているだけに、パッと見ですね、黒が潰れてしまいそうなんですが、そこまで見やすさを損なうことなく、添削前、添削後とも、潰れた印象はないのがお分かりいただけると思います。このイラスト、なぜ黒基調なのに見やすいのかというと、これね、元デザインのおかげです。よく見ると、この衣装デザイン、黒の合間に、紫のね、ラインとか、紫のデザインが入っているのがお分かりいただけると思います。黒だけじゃなくてね、少し明るい紫で、こう模様を入れていくことによって、この部分の形状がどうなっているのかを紫で浮かび上がらせることができているんです。そうなんです。紫ってですね、黒と隣り合っていると、印象がね、ちょっとこう黒に引っ張られて、全体的に見るとね、黒いなってそういうひとまとまりの印象になるので、なんか全体的な印象は黒なんだけど、よく見ると、なんか紫の部分も入ってるなっていうね、こう不思議な印象を保つことができる、いわばね、マジックカラーなんです。もしね、黒いデザインにしたいんだけど、でも見やすいデザインにも一方ではしたいっていう場合には、紫をうまくデザインに組み入れてみてください。きっとあなたの絵をミステリアスかつ見やすい絵にしてくれると思いますよ。漫画の吹き出し表現はイラスト映えしにくい。はい。そしてですね、次に注意してほしいのは、漫画の吹き出し表現ってあるじゃないですか。はい。セリフを入れるためのこの丸いやつですね。ああいう吹き出し表現をですね、イラストにそのまんま入れてしまうと、ちょっと見栄えが損なわれてしまうことがありますよ。こじんまりしちゃうことがありますよ。っていうポイントです。はい。例えばこちらのイラストをご覧ください。とてもカラフルなイラスト。目を引きますよね。授業中に先生の話に集中せずに、自分の想像したクリーチャーたちの戦いを妄想してしまっている女の子のイラストです。ただですね、僕がちょっと気になってしまったのが、この妄想の描き方です。このイラストの主役は、まさにね、その妄想の部分だと思うんですが、その妄想を漫画的な吹き出しの中に妄想の内容をね、収めてしまっていました。この描き方自体はね、わかりやすいですし、あとはね、イラスト的な見せ方の工夫として、ただの吹き出しではなくて、吹き出しをバブルのような表現にしているのはとてもいい工夫だと思うんですが、逆にね、そのせいで、3匹のクリーチャーのうち、こう下のね、1匹が見えづらくなってしまっていたりと、マイナス面もね、見受けられました。はい。このようにですね、吹き出しをイラストに使うと、時と場合によっては、ちょっとこう、こじんまりと収まりすぎてしまったり、説明的になりすぎてしまう場合があります。なので僕は、このように添削させていただきました。はい、ドン。はい。妄想の内容をですね、吹き出しの中に収めるのではなくて、画面上半分全部を使ってですね、ここから上は全部彼女の妄想の世界ですよ。そして下半分は現実の世界なんですよ。と、吹き出しではなくて、エリアによって妄想と現実を区別してみました。こうすれば妄想の内容を吹き出しの中に囚われることなく、スペースにね、そこまで囚われることなく、のびのびと描くことができます。おそらくね、作者さん、こういう物語を展開したいな、こういうクリーチャーたちのやりとり書いてみたいな、って思っていたと思うんですが、スペースの関係でね、でも、このちっちゃいスペースの中にこれ書けないな、って、ちょっと諦めてしまっていた部分があると思うんです。でも、大丈夫です。イラストはですね、もっと自由です。ぜひ、吹き出しの大きさにとらわれることなく、のびのびとね、妄想世界を広げてみてください。表現できるスペースが広がると、想像力も一気にかき立てられますよね。ぜひ、吹き出しの中にとらわれない妄想世界と現実世界の書き分け、取り入れてみてくださいね。質感のあるブラシをうまく利用する。
次に紹介する絵の見栄えを悪くしてしまうポイントなんですが、これはですね、特にスマホ、小さな画面で描いている人は注意してみてください。線がちょっと雑に見えてしまうっていうポイントです。こちらのイラストをご覧ください。はい。すごくね、一生懸命描いたのが伝わってくる意欲作だと思います。ちなみにこの方はね、初めてのデジタルイラストということだったんですが、色選びのセンスもとても良くて、色の響き合いにね、意識が向いているのがよくわかるイラストですね。はい。素晴らしいです。ただ、僕がちょっと気になったポイント。もう、ここだけ意識すればもっと良くなるのにって思ったポイントがあります。それが、線です。線がね、もうどうしても雑に見えてるんですよね。おそらくですね、この方、具体的にはね、コメントに書いていなかったんですが、線の感じからして、スマホで指書きされているんじゃないのかなって思ったんです。はい。違ったらごめんなさいね。スマホでこう指書きするとですね、色を塗るのはそんなに困らないかもしれないんですが、特に線を描くときには、ちょっとこう、線がヨレヨレっとしてしまって、ブレてしまってですね、それが原因で絵の見栄えを損なってしまうことがよくあると思います。そんな時に僕がおすすめするのが、質感のあるようなガサガサっとしたブラシで描くといいよということをおすすめします。添削後をご覧ください。はい、ドン。特にね、線に注目してみてください。さっきよりも太い線で、あんまり綺麗には引いていないような、ザザッとね、ラフに描いたような線なんですが、どうでしょう？見比べてみると、一気に見栄えが上がった感じがしませんでしょうか？キャラクターの形状はね、全然変えていないのに、線の描き方だけでこの変化。これすごいでしょ？これはですね、実は似たようなことを紹介したことがあります。こちらの動画です。はい。こちらの動画、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか？これは30分上達法の中で、最後の最後にお伝えしたことなんですが、線がね、そこまで得意じゃない人は、最後の仕上げに筆ペンを使うといいよ、とお伝えしたことがありました。筆ペンってですね、線に質感を持たせることができるので、線そのものに味があって、たとえちょっとね、ってね、失敗した線であっても、それが味になってしまうので、失敗が失敗に見えなくなっちゃうんですよ。むしろね、こう、いい感じに見えることすらあります。スマホで指書きしている人は、そもそもね、そんなに細やかな部分まで自分でコントロールすることにはあまり向いていないツールなので、つるっとね、綺麗な線じゃなくて、たとえ失敗しても、それが味になってしまうようなツールを使うといいかもしれません。それがね、太くてガサガサっとしたような線質の線なんですね。線を描くときには、太くて荒々しい質感のあるブラシ、スマホで指書きする人は、これをね、ぜひ取り入れてみてください。きっと見栄えがぐんとアップすると思いますよ。背景にある模様をキャラの手前に持ってくる。さて、最後のポイントです。これもね、結構大事なポイントだと思います。皆さん、とても多い悩みの中に、背景とキャラクターが分離してしまって、なんかこう、まとまった感じにならない。背景は背景、キャラクターはキャラクター。なんか一緒にならないんですよね。で、お悩みの方、よくいらっしゃいます。例えばこちらのイラストもそうです。はい。猫耳少女の可愛らしいイラストですね。こちらはね、こう、キチャーっと爪を立てつつも、なんか結構朗らかな笑みをたたえているのが微笑ましいイラストですね。背景にはね、お菓子もたくさん散りばめられていて、ハロウィーンの雰囲気を盛り上げてくれていますよね。可愛らしいです。ただですね、こちらもさっき言ったように、背景は背景、キャラはキャラっていう感じで、ちょっとね、こう、イラスト全体のまとまった感じがなく、分離してしまっているような感じが気になっていました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。やったことは他にもあるんですが、注目してほしいのは背景との一体感です。さっきよりも背景とキャラがこう一体になって、イラストとしてまとまりが生まれた感じ、お分かりいただけないでしょうか？これ、何をやったのか？これね、めっちゃ簡単です。人物の手前にも背景に書かれているようなお菓子を何個か持ってきてあげただけ。それだけなんですね。ほら、胸の前に飴玉とか、あとはミニカボチャとか、あとは頭にかかる部分にちょっとこうリボンがはみ出していたりとか、もうね、ほんとこれだけ。これだけなのにめっちゃ一体感生まれてないですか？そうなんです。背景は背景、キャラはキャラってね、分離してしまうのって、実はね、キャラの手前にも背景の要素をちょい足しすることで、実はね、一気に解決しちゃうことって多いんですよ。めっちゃ簡単でしょ？なんか背景とキャラ分かれちゃってんな。一体感ないなって思ったら、キャラの手前にも背景の要素を持ってくる。これをね、試してみてください。意外とすんなり解決すると思いますよ。お知らせです。動画販売サイトビミオにて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、
全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として、大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。